今日はチョコレートシフォンケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、米粉チョコレートシフォンケーキを作っていきたいと思います。シフォンケーキ作るときはね、薄力粉を使ったりするんですが、今回は米粉にしてグルテンフリーのシフォンケーキに仕上げていきます。さらに今回はですね、板チョコを使って手軽に作れるレシピをご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。米粉、卵、チョコレート、牛乳、グラニュー糖、ココアパウダー、サラダ油。今回はこちらの材料で作っていきます。まず卵に関しましては、今回 L サイズを使っていきます。こちら M サイズでも大丈夫です。そしてチョコレートですね。今回使用するチョコレートはガーナのブラックチョコレートを使用していきます。こちらカカオが 50% のものになります。このチョコレートに関しましてはミルクチョコレートを使っていただいても大丈夫です。ミルクチョコレートを使っていただくとより甘みが強くなります。そして糖類ですね。今回はグラニュー糖を使います。こちらは白砂糖で代用していただいても大丈夫です。ラカントなどを使うとちょっと膨らみが悪くなるので、代用するのであれば白砂糖またはきび砂糖を使うようにしてください。そして今回生地の中にね、ココアパウダーも入れていきます。ココアパウダーを入れるとよりチョコレート感がアップしてとても濃厚で美味しいシフォンケーキに仕上がります。そして油ですね。今回はサラダ油を使用していきますが、こちらは米油で代用していただいても OK です。オリーブオイルなどは香りが強いので、代用するのであれば香りに癖のない油を使用してください。そして今回はこちら15センチのシフォンケーキ型を使っていきます。こちら5号サイズのカップになります。このカップなんですけれども、100円ショップに売っている紙カップを使用していきます。こちらね、取り外す時もすごく楽ちんなのでおすすめです。こちらのシフォンケーキ型は100円ショップのダイソーで購入したんですが、キャンドゥさんなどでも売ってると思います。ぜひチェックしてみてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。では早速作っていきます。まずはじめにチョコレートを細かく砕いていきます。チョコレートはね、湯煎で溶かしていくので、できるだけ細かめに砕いてみてください。はい、チョコレートはこのように細かくします。細かくしたらボウルの中に入れましょう。はい、このように入れてください。湯煎する時なんですが、こういったアルミ製またはステンレス製のものを使っていただくと熱の伝導率が良くなるので早く溶けると思います。それでは別のボウルに60度前後のお湯を張ってください。そしてチョコレートが入ったボウルを置いて、そして湯煎で溶かしていきます。はい、 OK です。このようにね、綺麗に溶かしてください。そしたらこちらのチョコレートは使うまで湯煎に当てておきましょう。それではね、続いて卵を白身と黄身に分けていきます。白身に関しましてはこの後泡立てていくので大きめのボウルに割り入れてください。では割っていきます。卵黄はね、別のボウルに入れましょう。はい、このように分けてください。白身に関しましてはこちらは使うまでね、冷蔵庫で冷やしておいてください。そうすると泡立ちが良くなります。では最初に卵黄生地を作っていきます。まずね、卵黄だけを軽く溶きほぐします。溶きほぐしたらここにグラニュー糖を加えてください。こちらね、グラニュー糖は卵白用と卵黄用に分けておきます。こちらは 20g ですね。グラニュー糖を加えます。そしてグラニュー糖を加えたら手早く混ぜましょう。グラニュー糖を入れてからそのまま放置してしまうとグラニュー糖が卵黄の水分を吸ってしまって粒々ができてしまいます。なのでグラニュー糖を加えたら手早く混ぜてください。少しね、卵黄がもったりするまでしっかり混ぜましょう。だいたい1分ぐらいですね。ほんの少し白っぽくなったかなっていうぐらいまで混ぜていただければ OK です。そうしましたら続いてここにサラダ油を加えます。そしてよく混ぜましょう。サラダ油を加えた後は30秒ぐらいですね、しっかり混ぜてください。はい、 OK です。そうしましたら続いて牛乳を加えます。そしてよく混ぜましょう。
この段階でグラニュー糖のシャリという感じがなくなってれば OK です。そうしましたら続いて溶かしたチョコレートを入れてください。一度にね入れちゃって OK です。はい、そして加えたら手早く混ぜましょう。この時ね、牛乳があんまり冷たすぎるとチョコレートが固まってしまう時があるので、牛乳はねできるだけ常温の状態に戻しておいてください。それでは続いて米粉を加えます。あとはねココアパウダーも一緒に入れましょう。こちらをね必ずふるって加えるようにしてください。そしてよく混ぜます。ダマにならないようにねしっかり混ぜてください。特にね米粉はグルテンが発生しないので、きちんとねよく混ぜるようにしてください。はい、 OK です。卵黄生地はこれで完成です。このぐらいのタラタラタラっとつながって流れ落ちるぐらいの生地感になります。そしたら使うまでこちらはこのまま置いておいてください。それでは今から卵白を泡立てていきます。このタイミングでオーブンを170度に予熱し始めてください。まずハンドミキサーの高速で30秒泡立てます。もしハンドミキサーがない場合は手動のホイッパーでも大丈夫です。その場合はこの泡立て具合を参考に作ってみてください。あとですね、ハンドミキサーの種類によっても泡立ち具合が変わると思いますので、秒数や分数はお伝えするんですが、この泡立て具合を参考に作ってみてください。それでは泡立てます。はい、泡立ちました。30秒泡立てるとこのようにね粗めの泡が立ってきます。そしたらこちらグラニュー糖ですね。今この状態で 40g になります。これを半分加えてください。だいたい 20g ぐらいですね。こちらは大体で大丈夫です。そしたらもう一度ハンドミキサーの高速で30秒泡立てます。はい、 OK です。30秒泡立てるとこのようにね角がピンと立ってきます。そしたら残りのグラニュー糖を加えます。そして今度はハンドミキサーの高速で20秒泡立てます。はい、20秒泡立てました。先ほどよりもねピンと角が立った状態になります。こんな感じですね。ここまで泡立てたら最後は低速で仕上げます。そうすることできめの細かい仕上がりになります。ではこちらをハンドミキサーの低速で1分泡立てます。はい、 OK です。低速で1分泡立てると全体的にツヤも出てとてもきめの細かい仕上がりになります。こちらを参考に泡立ててみてください。それでは2つの生地を合わせていきます。まずこちら卵黄生地の方に泡立てた卵白を1すくい入れてください。そしてしっかりめに混ぜてなじませます。はい、このようによく混ぜてください。そしたらもう一すくい入れましょう。2回目からはふんわり混ぜていきます。泡立て器を使ってふわっと混ぜましょう。まだねこのぐらい卵白の筋が残ってるぐらいで OK です。それでは続いて3回目ですね。3回目は泡立てた卵白の方に生地を入れ替えます。そうすることで混ぜムラを防ぐことができます。では入れます。はい、そしたらですね、最初は泡立て器でふわっと混ぜていきます。卵白の塊ができないように混ぜてください。塊がある時は泡立て器をね塊部分にめがけて刺して、そしてくるっとね持ち上げるように混ぜてみてください。はい、そして卵白の筋がなくなったら最後はゴムベラで仕上げてください。ここで混ぜすぎると膨らまない原因になるので注意しましょう。はい、これで生地の完成です。それでは型に流し入れていきます。はい、ではねこちらに流し入れます。半分超えたら向きを変えて反対側から入れましょう。はい、 OK です。そしたらちょっとね型を揺らして表面をならします。このように表面が平らになったら少し高いところから 2,3 回落とします。はい、そうすることで大きい気泡を取り除くことができます。それではこちらを170度に予熱したオーブンでまず7分焼いていきます。
はい、7分焼きました。そしたら一度取り出して4箇所に切れ込みを入れてください。はい、このように切れ込みを入れます。それでは残り時間ですね、170度のオーブンで23分焼いていきます。トータルで30分焼いてください。はい、美味しそうに焼き上がりました。そしたらね、こういったペットボトルのようなものを用意してください。そしてケーキ型を逆さまにして差し込みます。そしてこのまま粗熱を取って冷ましてください。必ずシフォンケーキは焼き上がった後すぐ逆さまにして冷ますようにしてください。ではこのまま冷ましていきます。はい、シフォンケーキが冷めました。このようにふっかふかに仕上がってます。それではね、型から取り出したいと思います。ではね、まずこのピリピリっと剥がれるところがあるので、ここをね、まずピリピリっとします。まず側面を剥がしていきます。はい、で側面を剥がしたら、この中心部分をね、このようにつぼませて剥がしておきます。そして裏側にして底の部分を剥がしましょう。そして中心部分を取り除きます。はい、このようにふわふわに仕上がってます。表面もね、綺麗な仕上がりになってます。これで完成です。はい、これで米粉チョコレートシフォンケーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。シフォンケーキはね、このようにふわふわに仕上がってます。それでは切りたいと思います。はい、断面はこのような仕上がりになってます。ふわふわに仕上がりました。キメもとても細かい仕上がりになってます。あとはね、最後分量外ですが、このように粉糖をかけても可愛く仕上がると思います。こちらはお好みでやってみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。ふわふわしっとりです。すっごく濃厚です。美味しい。そしてこのチョコレートの甘さもちょうどいいですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の米粉チョコレートシフォンケーキのポイントです。まずですね、チョコレートなんですが、今回ブラックチョコレートを使ってます。こちらはお好みでミルクチョコレートを使っていただいても大丈夫です。甘めがお好きな方はね、ミルクチョコレートを使っていただくのがいいと思います。その場合も分量は同じで OK です。そしてチョコレートに関してなんですが、こちらを必ず湯煎で溶かすようにしてください。電子レンジで溶かす方法もあるんですけれども、電子レンジでね、チョコレート単品を溶かしてしまうと非常に焦げやすいので、湯煎でやっていただくと失敗なく作れると思います。そしてその後は卵をね、白身と黄身に分けてください。白身に関しましては冷蔵庫で冷やしておくと泡立ちが良くなりますので、使うまでは冷蔵庫に入れておいてください。そしてまずですね、卵黄生地を作るんですが、卵黄を溶きほぐしてグラニュー糖を加えて、グラニュー糖を加えたら手早く混ぜるようにしてください。そのまま放置しているとグラニュー糖が卵黄の水分を吸ってしまって粒々ができてしまいます。なので必ず入れたらすぐ混ぜるようにしてください。あとはですね、一つずつ材料を加えてその都度よく混ぜてください。粉類に関しましては米粉とココアパウダーは一緒に入れていただいて OK です。そして卵白を泡立てる時なんですが、こちらはですね、最後低速で仕上げることでとてもきめの細かい仕上がりになります。そして2つの生地を混ぜる時のポイントです。まずね、卵黄生地の方に一すくい泡立てた卵白を入れてください。そして1回目はしっかりめに混ぜて、2回目以降はふんわり混ぜてください。3回目に関しましてはボウルを入れ替えて混ぜることで混ぜムラを防ぐことができます。最後ゴムベラで仕上げる時なんですが、あんまりやりすぎてしまうと泡が潰れてしまって膨らみにくくなってしまいます。なので最後の仕上げなどで混ぜすぎには注意していただけたらと思います。そして焼く時のポイントなんですが、焼いてから7分ほど経ったら一旦取り出して4箇所に切れ込みを入れてください。そうすることで綺麗にふっくらと膨らみます。そして焼き上がった後なんですが、焼き上がったらすぐ逆さまにして冷ますようにしてください。今回私はね、ペットボトルを使ってるんですが、ワインとかのね、ボトルなんかでもいいかなと思います。お家にあるものでね、やってみてください。そしてしっかり冷めたら、あとは型から外して召し上がってください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は米粉チョコレートシフォンケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。
ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。